どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画はグレール大量購入品を紹介していきます。つい先日ユニクロ購入品を紹介したばかりなんですけど、今日のグレール購入品ではユニクロでは買えないザ女性デート服な感じのアイテムを揃えたいなと思って買いました。華奢見せできるアイテムがすごい揃ってるなと思っていて、ぜひね皆さんに紹介できたらなって思います。それでは始まります。スタート。今日はですね、この撮影の前に春メイクっていうのを撮ったんですけど、めっちゃ肌が綺麗に見えません？ツヤンツヤンでしょ。しかもこれ崩れないメイクなので、春頃にこのメイクアップするので、よかったら見てみてください。今日の紹介品はトップスが4点、カーディガンが2枚、スカートが2点、アクセサリーが1点、10点の購入品を紹介します。1つ目はクルーネックリブニットトップス、カラーがレッド、フリーサイズ1599円です。シンプルで着回しやすい万能なニット。最近ね、このパキッとした赤を着てる女性かっこいいと思って、黒髪にこのパツンと感が、今の私だったら赤ニット着れるんじゃないのかなと思って着てみたら、結構しっくり着てるんですけど、どうでしょうか。で、素材も柔らかくて全然チクチクしないので、肌触りも快適です。程よい厚みのリブニットで結構柔軟性があって、フィット感がもう抜群です。袖丈はしっかりと手首までカバーできる長さ、見丈腰くらい、詰まり具合はこんな感じで、クルーネックなんだけど、ちょっと誰かが下に引っ張ってるみたいな感じの形のクルーネックなんですよ。骨ストで首長く見せたい私からすると、このクルーネックの形は首が長く見える形になってます。初めて出会ったかも。リブはかなり細かい縦ラインで細見え効果もあります。形がザ・ベーシックなので、どんなアイテムとも合わせやすいです。透け感は全くないです。そんなにぴっちりするのにインナーのラインを全く拾わないっていうところがポイント高いというか、使いやすい。シルエットは袖部分かなりボディラインにフィットするようなシルエットなので、女性らしい雰囲気だったり細見えします。ぴったりしてるのに肉感を拾わないですよ。全体的にすっきりとしたシルエットに見せてくれるのがいいなと思いました。かなりこのトップス気に入ったので、色違いで欲しいなって思ったぐらい気に入りました。続いてのアイテムがこれ、めっちゃ高見えじゃない？この素材感。こちらはシャギーゴールドボタンカーディガン、カラーがチャコール、フリーサイズの2990円です。ふわっとしたシャギーの素材感と、ちょっとマットめなゴールドのボタンの組み合わせが可愛いなと思って、すごい上品カジュアルに着れそうな1枚だなと思って買ってみました。生地感はこんな感じで、ふわふわのシャギー素材でめちゃくちゃ柔らかいです。厚みも結構あって、意外に保温性があります。分厚いんですけど軽いんですよね。さらっと羽織れる感じ。袖の丈は結構長めで、萌え袖になる丈感です。見丈はちょうど腰骨あたりで、スカートにもパンツにもバランスよく合わせられそうな丈です。これはめちゃくちゃ嬉しい。丈次第でこのボリューム感のあるカーデコツスと着れないからね。ディテールはノーカラーなデザインですっきりと見えます。で、ゴールドボタンはアクセントになって、これが少し大人っぽさ、ちゃんとしてる感っていうのが出るなって思いました。で、胸元にはフェイクポケットがちょっとクラシカルな雰囲気にも見せてくれますよね。袖部分と見丈の部分がリブになっています。で、ディテール1個意見があって、これいる？透け感はほぼなしです。で、シルエットはモコモコした素材ではあるんですけど、全体的にコンパクトなシルエットで、ボトムスはあんまり選ばないと思います。ちょっとボリュームのある柔らかな印象に見せてくれます。ショート丈なので足長効果も期待できると思います。普通にインナーキャミソールでもいいですし、さっきのニット着てるんですけど、それでもそこまでかさばらずすっきりと着れます。定番なのは多分デニムとかすごく使いやすいと思うんですけど、ちょっとタイトめなスカートと合わせても大人っぽく着れると思います。このお洋服の時は OL っぽさに振り切ったようなバッグが綺麗にまとまる気がします。これでちょっとカジュアルに振り切ってしまうと、10代とか20代っぽいようなコーデになりそう。あんまり若すぎない感じの合わせが好きです。
続いてのアイテムはシャギーニットミドルカーディガン、カラーがアイボリー、フリーサイズの2799円です。グレールはね、シャギーニットがちっちゃくないから私たち世代でも本当に着やすい、プチプラなのに。で、生地感は柔らかいですね。厚みも分厚くてあったかいです。着た瞬間からかなり透けるので、ちょっと広めの U ネックのリブニットとかそういうのと合わせてあげるのが今の季節はいいと思います。サイズはゆるっとしたオーバーサイズで、袖丈は手首がちょうど隠れるくらい、見丈はヒップが全て隠れるかなり長めの作りになっています。全体的にゆるっとしたシルエットかつポケットもついているので、結構抜け感のあるようなコーデっぽくなると思います。で、骨ストをこれモコっとした形のものを着ると事故るんですけど、首元は一応 V ネックになっているので骨ストの私でも着やすいようなシルエットになります。結構しっかりちょっとごつめのジュエリー、アクセサリーとかと合わせてあげた方がバランスよくなると思います。こういうやつ、中にはカップ付きギャザーキャミソール、カラーがブラック、 S サイズ999円です。これはカーディガンに合わせたくて買ったインナーとして使える万能なカップ付きのキャミソール。ここがちょっとクシュッとしてるんですよね。ただキャミソールだとちょっと見えた時に肌着っぽく見えちゃったりとかすると思うんですけど、ここが紐ではなくゴムなので、それもまた見せて着るアイテムとしてはすごいいいなと思いました。で、締め付け感っていうのもそこまでなく快適に着れます。ストレッチ性もあるので結構コンパクトめなフィット感。丈はおへそ下くらい、普通にこうやって着るでもいいですし、ちょっと上目にしてオフショルっぽい感じで着ても可愛いかなって思います。こういうカップ付きのやつだとさ、カップが透けたりとかものがプチプラだと多いと思うんですけど、これはもう一切透けないの。ドレープカシュクールトップス、カラーがグレー、フリーサイズ2199円です。骨ストにさ、めっちゃ合う全骨ストが欲しがるトップスなんじゃないのかなって思いました。届いてみてびっくりしたのが、素材感が滑らかな素材で肌触りがとにかくいいんですよ。厚みも薄すぎず厚すぎずちょうどいい厚みで、ちょっと高級感がある張り感があるなって思いました。ドレープがめっちゃはっきりと綺麗に映るんですよ。これもすごい高見え要素で、私世代の人にはすごく着やすいトップスだなって思いました。サイズはフリーサイズなんですけど、ぴったりしすぎないし程よいフィット感だなって思います。袖はかなり長めの作りになっています。手が綺麗に見えません？生地とか色味も相まって、カジュアルなはずなのにドレープ感が大人っぽくきちんと感っていうのが出ます。何よりデコルテがめちゃくちゃ綺麗に見える。割と開いているんですけど、これが斜めなんですね。これが真ん中だと開いてる感じがあるんですけど、斜めだから品が良い。一応この、オフショルにもしようと思えばできるし、上げてきても可愛い。自分好みにオフショル度合いを調整できるのもいいなって思いました。透け感はインナーを拾っちゃうっていうことも全くなく安心して着れる1枚です。で、シルエットもドレープのおかげか自然にボディラインが出てシンプルにスタイルがよく見える。これは人気出るっていうのも納得です。続いてハイネックリブニットトップスです。こちらはカラーがブラックの S サイズ1299円です。秋冬春のインナーに1枚でも着れる万能トップスです。生地感は柔らかめのリブニットで程よく厚みがあるので、着た瞬間から暖かさを感じます。レイヤード着もしやすいと思います。ストレッチも効いてるのでめちゃくちゃ動きやすい。サイズは S なので程よくボディにフィットする感じ。袖丈は手首からジャストフィット、タックインもしやすいような丈になります。ハイネックが結構長い、しっかりめのハイネックデザイン、細めのリブになっているので、これがすっきり見せてくれるっていうのもポイント。いろんなカーディガンの中だったりスカートでもパンツでも合わせやすいので、めちゃくちゃ着回しやすいアイテムです。透けないです。インナーのラインも拾わない。シルエットはタイトすぎないんですよ。これピタッとしすぎずちょうど良いフィット感です。定番だけどやっぱ間違いなく使えるアイテムです。ニットと合わせて使いたいなと思ったネックレス
スがこちら。ポツストにはハイネックは詰まって見えるし、首も短く見えてしまうっていうので、本来首元はこのぐらい開いてほしいよねっていうくらいの位置に来るネックレスを合わせてみました。続いてのアイテムがこちら。グレールはさ、レース系のものがプチプラで手に入るっていうところがやっぱグレールで買う大きなメリットだなと思います。花柄レースバックスリットタイトスカート、カラーがオフベージュ、 S サイズ1999円。レースデザインがとても上品で女性らしく着こなせる大人っぽいタイトスカートです。レース自体が光沢感があるんですけど、その中にあるスカートは光沢とかなくつるっとしたピンクベージュな生地が中にあります。レース自体は割と張りがあってしっかりしているので、中のスカートのシワは若干目立つんですけど、このレースのおかげでちょっとカモフラージュできてます。156センチの私で、丈はちょうど足首の骨が出るくらいになります。結構しっかりめにタイトスカートなので足長効果も抜群です。でバックスリット入りなので歩きやすさは確保できます。ウエストもこのようにちょっとフラットなデザインなので、トップスをインにしてもすっきり綺麗に見せれます。こんな感じでニットと合わせて大人フェミニンなコーデにするのも可愛いですし、 T シャツと合わせてカジュアルダウンしてもおしゃれかなって思います。ブラウス、パンプスでオフィスコーデもいけそうです。中の裏地はそんなに透ける印象はないです。ただインナーのラインを拾ってしまうので、シームレスなインナーを着用するのがおすすめです。シルエットはすっきりしたタイトシルエットで、レースのおかげで肉感拾わないので、結構下半身の肉付きをあんまり気にせず着れると思いました。あと2万円ぐらいの価格帯のブランドさんと比較してもあんまり差がわからないなと思うので、すごく得した気分でお買い物できると思います。調子に乗ってもう1枚ディテールがしっかりあるスカートを買ってしまいました。花柄刺繍スリットタイトロングスカート、カラーがアイボリー、 S サイズ2299円。刺繍デザインがとっても上品で大人っぽく着こなせるかなと思って買ってみました。表面は立体感のある花柄の刺繍が施されていて、結構高級感ありますよね。生地自体は結構薄めなんですけど、裾の10センチ上ぐらいから裏地がついてます。張り感があるんですけど、型崩れとかもしにくそうです。ただ届いた時に結構シワが目立つなと思いました。ちょっとだけびっくりしたのがスリットが深すぎる。ちょっとこんなに深いと履けないかな。だから縫おうかなと思います。なんか言うてそんなにタイトじゃないので、膝ぐらいまで縫っても歩きやすさに支障は出ない気がする。ゴムで着脱するタイプのスカートです。こちらのスカートもウエスト周りはフラットなデザインで、トップスを選ばず合わせやすいと思いました。花柄刺繍がしっかり入ってるので、シンプルなこういうニットのトップスと合わせても華やかに見えるっていうところがいいなって思います。淡い色なので結構透け感は気にした方がいいなって思います。シルエットタイトだけどそこまでピタピタすぎないちょうどいいシルエット。ウエストからヒップにかけてのラインが綺麗に見えるのもポイントです。続いてのアイテムはローゲージケーブルニットトップス、カラーがグレーのフリーサイズ2699円です。実際にかなり厚みがあって全然2000円台とは思えない質感です。ゆるっとしたシルエットがとっても可愛いニットトップスです。結構厚みのあるローゲージ編みでしっかりはしてるんだけど重すぎない、もちっと柔らかいのでチクチク感もないです。結構ざっくり編みなのでなんか空気を含んでふんわりした感じになってます。サイズはフリーサイズなんですけどかなり緩めのオーバーサイズです。で見丈のお尻がすっぽり隠れるくらいちょっとだけフロントが短いように感じます。袖自体は長めの作りになってるんですけど、首元は緩めのサイドが開くくらいのゆとりのあるクルーネック、締め付け感がないので楽ちんです。で肩はドロップショルダーになっていて袖がここから始まるようになっています。肩部分はストンとしてます。存在感結構あるんですけど個人的には結構チャコール寄りの暗めのグレーカラーだったので
こういう白いきれいめなパンツと一緒に着てあげるのが30代40代ぐらいには着やすいんじゃないのかなって思いました。透け感は全然ないんですけども、ケーブル編みでめちゃくちゃ空気が通るんですよ。だからこんなに分厚いのになんだかちょっと寒い、こんなに見た目は冬っぽいのに春でも快適に着やすそうな暖かさレベルです。着るだけで程よくこなれ感が出るような一枚だなって思いました。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。